どうも、ヒデチューブです。お疲れ様です。以前紹介しましたこちらのキット、スカイネットのシンゲッター2、皆様覚えていらっしゃいますでしょうか？簡易インジェクションのせいで成形がボッコボコでですね、まともに組むのが非常に難しい、立たせることも困難というこちらのキットなんですけれども、造形に関してはまさに神がかってる。こうなってくると、何とかして立たせてやりたいなと思うのがモデラー心というものです。しかしながら、以前紹介したキットに関しては接着剤でガチガチに固めて、もうバラすことが困難になってしまいましたので、戦うために買いませゲッター、もう一個買ってきました。キット内容については以前紹介してますので、どんどん作っていきます。ここでどんどん作っていきたいとこですが、この青いランナー非常に硬くて脆いので、ニッパーで切ったら部品が砕けます。そこでリューターでゲート処理をしていきます。これを使えばなんとかこのトゲトゲ部分を折らずに部品を取り出せるんじゃないかという魂胆です。ああ、いいですね。いけそうですね。よし、いい感じに切り離せました。やっぱり作るの2回目ともなるとね、違いますね。大体のパーツを切り出したところで、この先どうしていくか考えていきます。なんといっても問題なのは、このあまりにプラプラな関節なので、ここら辺なんとかしていきたいと思いますね。あれ、立てた。ドリルを杖代わりにすればなんとか立てないこともないんですけども、いかんせん腕とかプラプラなんでポージングが取れません。これはなんとかしたいですね。ああ、油断すると倒れる。ということで関節技をいっぱい買ってきました。こちらを使って現物合わせでなんとかしていきたいと思います。さて、材料が揃ったところでガシガシ加工していきましょう。ドリルで穴を開けたり、穴を開けたところに関節を入れてみて様子を確認してみたり、硬いな。ピンバイスだけじゃなくてステップドリルを使って穴開けをしたりですね。硬い。リューター使って成形していったりという手も使います。リューターはいかに1台あるとね、ほんと便利だと思います。手じゃできない加工がね、平然とできてしまうんで、加工したらその都度すり合わせをしていきます。部品をはめてみて、こんなもんかなっていうのを確認していきます。ちょっとここが邪魔でしたね。削り落としていきましょう。これでいいかな。良さそうですね。部品の合いが悪いところなんかもリューターで修正したり削り落としたりしていきます。この背中の部分はね、部品が全くうまくはまらないんで、完全に削り落としていきます。なんとかはまるようにはなりましたね。胴体は上下で切り離して腰の可動を追加したいので切り落としていきます。とりあえずリューターで大雑把に切り落とした後に後でなんとか成形するようにします。はい。腕と胴体の接続部分のポリキャップはこのポリキャップをねそのまま流用しようと思うんですけども、一貫性ガッタガタなんでこれをなんとかしていきます。左右のポリキャップはできるだけまっすぐつけたいんで、ポリキャップのランナーの軸をこういう風に使いまして、これでそこそこまっすぐに位置合わせができるかな。でポリキャップをきつくするために瞬着パテを使います。この緩い部分に少しパテを盛りまして、ここによいしょ乗っけちゃいます。で
この状態で瞬着硬化スプレーを吹きかければいい感じになるんじゃないかな。ドリル部分に一応可動はあるんですけれども、あんまり動かないんで、ここは関節を新造していきたいと思います。ドリルにドリルで穴を開けていきます。私ステップドリル2種類持ってるんですけども、こっちの大きい方だと直径 22mm まで開けることができるんで非常に重宝しております。ドリルにドリルを突き刺す人間もそうそうおらんやろ。穴を開け切りましたら関節をどう仕込むかを考えていきます。中にプラ板で蓋をしてそこに突き刺す形にすればいいかな。クララ立てるじゃん。クララではありませんけれども、関節をほとんど取っ換えることでなんとか自立することが可能になりました。もちろん稼働させることができますので、ある程度ポーズを取らせることができますが、ちょっとですね、股関節周りは設計を失敗しました。あんまり動かなかったです。反省してます。ついでといってはなんですが、アクションベースにも対応させておきましたので、自立させるのが怖いなっていう時にはこちらを使おうと思います。いじったところの紹介をしていきたいと思います。まずは足元から紹介します。上半身が非常に重いキットなので足の中に重りを突っ込んであります。昔ルアーを作るのにハマってた時に買っていたステンレス重りが残ってたのでそれを使いました。ここにはポリキャップを仕込みまして関節をくっつけれるようにしてあります。ここが横方向のスイングですので、ここ引き出し式になってるんで引き出せば横方向への可動が広がるという設計になっております。アンクルアーマーはここにぶら下がってるという感じです。固定はしてません、こいつは。それから膝周りの設計ですけれども、元の関節をそのまま流用したかったので、元の関節に関節をさらにくっつけるという荒技を使いました。二重関節になってます。引き出し式の二重関節です。これによりですね、造形を崩すことなく可動を実現しました。結構ギリギリな設計ですね。あとここの接続はこうなっていますが、ここの設計はちょっと失敗したかな。軸の向きをね合わせ損なったんですよね。なので動かしてると外れやすくなってしまいました。皆さんは注意してください。ここですね。ここもね軸の向きを間違えたんですよね。ちょっとね関節仕込むには狭くてどうしよっかなって考えた結果こうなったんですけども失敗しました。上半身と下半身の接続はこんな感じです。それからフロントアーマーですね。こちらはいつもの磁石接続でございます。足を動かした時に邪魔になるんで磁石でプラプラ動いてもらおうということで、ここは磁石でくっついてます。それから上半身ポリキャップはこれキットのものをそのまま流用しております。それからバーニアブースターかな、接続用の構造を追加しました。これでバーニアがある程度自由に動かせることができます。表情付けするのにね意外と便利でした。ここアクションベース対応用の穴ですね。中にはポリキャップを仕込んであります。それから首にも関節を1個追加してあります。これでちょっと睨みが利かせたようなポーズが取れるかな。こんな感じでね稼働します。
腕に行きましょう。この部分は関節を入れ替えました。入れ替えた結果ですね、可動範囲が元のキットより狭くなってしまったんですけど、まあしょうがないですね。元のキットは保持ができないんで。肘にも関節を追加してあります。ここキットだとね、可動がないんですけれども、これで肘を曲げることがある程度できるようになりました。可動範囲はね、あんま広くないですけどね。それからこの部分も関節入れ替えてあります。ここもね、元のキットの方が可動範囲は広かったです。でも保持できない関節に意味はないんでね。それから爪は磁石ですね。後はめできるようにしました。後はめもできるし、可動もちゃんとできるしで、ここはバッチリかなと。どうでしょう、こんな感じで。それからドリルの可動ですけれども、ドリル重たいんでね、かなり大きい関節を仕込んであります。ここで稼働させることができます。カバーこの時点ではプラプラしてますけれども、最終的には磁石でくっつける形に変えました。このままだとね、ドリルを上に向けた時にカバーが下に落ちてきちゃって良くなかったんですよね。で、大きい穴を開けたのはこのカバーが中に入り込むようにしたかったんですよね。そうしないと関節の可動がね、確保できなかったです。こっちも肘には可動を追加してあります。キットのままだと右腕に関してはほとんど動かなかったんで、これでかなり表情付けができるようになりました。だいたいこんな感じですね。さて、合わせ目の接着などしつつ作業を進めていきますけれども、実はこのキットここからがなかなかの地獄です。いかんせん成形がボコボコなので、接着面がまず綺麗に出ていない。なので接着する面は一通りヤスリをかけていきます。それからですね、ヤスリをかけたとしても元々の面が結構歪んでたりするので、指でギュッて押さえないとくっつけることができないっていうパーツが多々ありますので、流し込み接着剤でなんとかしつつ無理やりくっつけていきます。接着剤で最初に1箇所つけた後に全体をつけて、よいしょっと、この状態で数十秒キープします。じゃないとくっつかないです。先ほどのドリルのように気合で接着できる部品はいいんですけれども、この足の部品に関してはどうあがいてもこの部分に隙間ができます。なのでここは瞬着パテを持って隙間を埋めていきます。どうしようもないですね、この成形の雑さだけは。こういう修正がね、ほぼ全部品にわたって存在するんで、めちゃくちゃ手間がかかります。背中の巨大なブースターが重くてトップヘビーな重心バランスなんで、なんとか軽量化をしていきたいと思います。まずは元の状態での重量測定 24g ですね。部品の造形を崩さないためにも裏側を必死に削っていきます。リューターでガリッガリに削っていこうと思います。これで一体どれだけ軽くできるかな。この辺の壁も不要なのでほとんど削り落としてしまいます。ミニ四駆の軽量化を思い出しますね。さて、結構な時間をかけて軽量化しましたけれども、結果やいかに 22g。2g しか軽くなってね。ダメだこれ。諦めよう。さて、散々成形がひどいと言ってきましたけれども、成形がひどいということはもちろん筋彫りも甘いです。なので見える筋彫りは一通り彫り直していく必要があります。使用するのはこちらのクリアラインテープ。
これを筋彫りしたいところに貼りまして、うまく貼れんな、この辺かな。よし。で、自分がよくやるのが一回デザインナイフで彫りを入れてしまいます。浅くですね。慎重にいきましょう。デザインナイフで一通り彫りを浅く入れたら、こちらのクレオスのミスターラインチゼル、こちらを使って筋彫りの幅を均一にしていきます。筋彫りの深さもね、こっちの道具で出していきます。デザインナイフで彫りを深くしようとすると、どうしてもラインの幅が太くなってきちゃうんで、こういう筋彫り専用のツールを使った方がいいのかなと思ってます。こんなもんかな。こんだけくっきり筋彫りできてればスミレもバッチリできるでしょう。右手の肘部分の部品にちっちゃいドリルがついてるんですけれども、これ曲面に平面の部品を接着するようになってるんです。どうしても隙間ができちゃうんですよね。なのでここは一段穴を掘り下げて、部品が中に少し埋まるように改造したいと思います。だいたい5ミリの穴を開ければいいかな。使用するのはこっちのステップドリルですね。これの2段目が確か5ミリだったと思うので、これで穴を開けていきます。こんな感じでどうですかね。1段落ちたところにドリルがはまるようになったんで、平面と曲面の隙間はなくなったと思います。ドリル側もね、綺麗な円が出てないんで、ヤスリで成形してビチッとはまるようにはしましょう。このとにかくね、成形がまともじゃないっていうのがね、すごいしんどいです。まあだいたいこんな雰囲気かな。いいんじゃないでしょうか。ドリルの先端があんまり尖ってないんで、もうちょっとばかし尖らせたいですね。ということで、まずは先端を一度切り落とします。これはプラ板を貼って後で削るんですけれども、その接着面積を稼ぐためです。さっき切り落とした部分にこんな感じでプラ板を2枚ほど接着します。 1.2mm 厚を2枚だったかな。この辺別に厚みにはこだわらなくていいです。何枚か貼って削った後に尖らせれるぐらい厚みを出せればいいと思います。接着剤が乾燥したらヤスリで形を整えて尖らせていきます。ヤスリでどんどん成形していくとだいぶ尖ってきましたね。あんまりビンビンに尖らせると後で折れちゃうことを心配しなきゃいけないんで、まあそれなりのところに今回はとどめておきました。キットの元の状態よりはちょっと尖ってるかな。こんなもんでやめておきましょう。メタリックで塗るところには黒サフ、それ以外のところには白サフを吹きましたが、成形がよろしくないところを320番の紙やすりでガリガリと削った上からサフを吹いたので傷だらけです。これをなんとかしていかないといけません。ということで水研ぎをします。紙やすりを水に濡らしてひたすら研いでいきます。地味ですね。地味な作業ですね。でもこれやらないと傷だらけなんですよね。この部品というかほぼ全身にわたって成形の悪いところを320番のヤスリで削り落としてるんで、この作業をですねほぼ全部の部品に行います。しんどさが伝わるでしょうか。はい、水研ぎ終わってだいたいこんな感じです。大きい傷は取り切れ
たかなと思っております。この後もう一回サフを拭いて塗装したいと思います。メタリックで塗装する部分には黒サフを拭きましたが、それ以外の部品はこちらのメカサフライトを拭いていこうと思います。グレーの配色の部分に関してはこの色そのままでいこうと思います。ドリルの部分はガイアのブライトゴールドを塗っていきます。関節周りは当チャンネルでは定番のフレームメタリック、こちらを使用していきたいと思います。白い部分はこちらミスターカラー GX のクールホワイトです。クールホワイト隠蔽力はかなり強いんですけれども、メカサフの上からだとさすがに一発では発色せずに3回ほど塗り重ねました。赤く塗り分ける部分をマスキングしましたので赤を塗っていきたいと思います。使うのはこちらミスターカラー GX のハーマンレッドです。グレーと赤の塗り分け部分はマスキングをしましたのでそちらを取っていきたいと思います。ドキドキしますね。よいしょ。まあ悪くない感じですね。最後の塗装です。こちらのミスターカラー GX スーパースムースクリア艶消しで全体の艶を整えていきます。この艶消しを吹く前に墨入れは事前に済ませてあります。艶消しした後だと墨入れはできないのでそこは注意です。今回スーパーロボットなので全体を光沢仕上げにするのと迷ったんですけれども、いかんせん表面処理の仕上がりがですねあんまり綺麗にできなくて、雑な仕上がりを隠すためにも今回は艶消しでフィニッシュです。艶消しは七難隠すと言いますからね。制作途中にバイクのプラモデルに浮気したりもしてしまいましたが、制作に1ヶ月以上かかってなんとか完成しました。スカイネットのシンゲッター2です。今回造形にはできるだけ手を加えずに関節だけを総特化してなんとか自立させようという試みでしたけれども、どうでしょうか皆さん。立ちましたよ。ただ立たせることはできたんですけれども反省点がかなりいろいろありまして、ボコボコの成形を修正しきることができなくて艶消しでなんとかごまかすっていうことをやってしまいました。あとそれから関節ですね、股関節の構造に関してはもう本当に失敗しました。股関節周り失敗したせいで思ったほど大胆なポーズを取らせることができないです。もうここら辺に関してはねもう完全に私の力量不足です。すいませんでした。一応これぐらいのポーズを取らせることはできますし、頑張ればもっと大胆なポーズもいけるんですけれども、全塗装したことある人ならお分かりかと思いますが、塗装を剥げるのがめっちゃ怖いです。といったところで本日の動画は以上になりますが、皆さんこのキット作りたくなってきたでしょう。おそらく古い模型店やリサイクルショップなんかに市場在庫はまだまだあると思いますので、ぜひ買ってきていただいてですね、一緒にゲッター戦を浴びましょう。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。